さあ、本日最後のゲストをお迎えいたします。大阪より OSK 日本歌劇団の塩月ひかるさんが駆けつけてくださいました。いやー、ひかるさくらさんおめでとうございます。さん、ありがとうございます。どうも塩月ひかるでございます。わ素敵です、ひかるさん。なんか5年前よりもたくましくなられて。はい。ありがとうございます。5年ぶりにお会いしましたが、でも私は朝ドラで拝見していたので久しぶりのような気がしていません。嬉しいです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございますね。歌って踊っていらっしゃいましたね。はい、お二人は京都南座で上演された OSK 桜ナイトで共演されてるんですよね。そうです。はい。ではですね、ここで皆さんにご登場いただきまして思い出トークといたしましょう。はい。それでは神田さん、ダンディー団の皆さん、サニーさん、お願いします。わーい。まずOSK 桜ナイトを5年前にご覧になったという方はいらっしゃる。いっぱいいる。ありがとうございます。皆さん長生きですね。普通か、そんなでもないね。OSK 桜ナイトがどんなステージだったかと言いますと、OSK 日本歌劇団さんの舞台に、桜大戦がコラボをさせていただくという形でお邪魔をさせていただきました。で、その劇はまず OSK さんと桜組が舞台の練習をする、お稽古をするという歌と踊りの場面がありまして、で第2部として「新愛ゆえに」という劇中劇、ちょうど今オリンピックも開催されていますが、フランス革命をテーマにした、ドラマ劇中劇を演じました。で、1時間10分20分ぐらいのねステージを演じました。それが5年前でした。そうなんですよね。そうなんです。花売り娘のあなたクレモンティーヌ、そう、劇中劇の中で花売り娘クレモンティーヌ、ひかるさんはラスカル。はい、オンドレとラスカルね。そうですね。それで私はだから一回コッキリのあれでしたので、私あたいはカンナさんカンナ今見失ってただろ。なんていうの。あたいは1回だけの役だったからよ。これ合ってるな。合ってます。カンナさんはそのフランス革命とはどんなものだとね、民衆が貧しくって貴族たちに立ち向かって自由を勝ち取ろうとしたお話だよっていう説明をする役だったんですね。それが台本上花売り娘のクレモンティーヌって言ってるのに花売り娘として出てくるんだよ。いやこれおかしいでしょ、言わないと。だから私はクレモンティーヌじゃなくてよって言わないと花売り娘の格好してるからクレモンティーヌじゃないの、じゃあ誰モンティーヌって言って始まっちゃったっていうね。誰モンティーヌとか何モンティーヌとかね、ちょっといろいろあって、ちょっとかりんとうを食べるところがあっちゃったり勝手に作っちゃったりしてね。あれって OSK 的には大丈夫だったんですか？なかなかそういう経験がなかったものですから初めての経験として舞台袖にはいたので、ご想像にお任せいたしますがうちお稽古場でね、カンナさんちゃんとほら本番でいきなりやるとざわざわしちゃうかもしれないので、お稽古場でちゃんと披露したんですよね。これは何かな、かりんとうかな、犬のかなって言ってね、食べてみたらわかるかなみたいないつもので、それを見た演出兼振付の正木里乃先生が、これは OSK コードに引っかかるんじゃないかという一度持ち帰って審議をしますということになって、でその上で OK が出たという不思議ね。そうなんですよ。なんと OSK ってどんな劇団？いやおそらく舞台上にはカンナさんしかいらっしゃらなかったので大丈夫だったんじゃないかなという予想ではございます。聞かなかったことにね。ちょっとごめん。塩月くん。塩月くん。あたいは198センチなんだけど、君はいくつあるんだ身長？私198センチなんだが。私3メートルです。あ、そう。じゃあいい。
3メートルだ。そうなんですよ、成長期が止まらなくて。よかった。はい。ありがとうございます。それでなんだよ。あたい一回こっくりだったろ。だからね、OSK の決まりのこの傘の。はい、桜パラソルが。桜パラソルで最後にこれが桜咲く国をね。そしたらな、ずっと出てるこの人誰？この人。この人。サニーさん。サニーさんがカンナ、これは失敗するとすごく目立つからちゃんと稽古しろよ言われたんですよ。覚えてますか？で私も本当に他のセリフももう危うかったのにずっとこうちょっと待ってください。それを言うにはですね、僕はスタッフからカンナさんの真由美さんの隣ですと言われて、真由美さんと違うことをやりますと言うから、これはお互いに練習しとかないといけませんねということで言ったんですよ。やっといてくださいね。これじゃないと一緒になっちゃうから。もう散々そうやって私間違えなかったんです。で今ね、私ってあたい間違えなかったんだ。そうたらサニーさん間違えまくり。どう思います？そういうことにしてみましょうか。サニーさんはつわものだからラブイズのね曲を客席からこうあれ花道っていうんですね。花道の切り穴の中から出てくるというもうすごい印象的な登場だったんです。ただ切り穴ちょっとね音が聞こえづらいんですよね。それで多分ね歌いづらくていらっしゃった。もうお歌上手でね、お歌にこだわりがあられるので外すわけにはいかないと多分思われた。私がベラベラ話してていいですか？外してはいけないとね思われたんだと思うんです。それである日前まで出てきてサニーさんの歌なのにサニーさんが歌わないで、なんかこうマイクをちょっといじっていらっしゃるから、巣は何かマイクトラブルが起こってるんだろうと思って、もう向こうの方に見えている音響さんがちょっと慌てていらっしゃる。それで私もやり直すのかこのまま進めるのか何になるんだろうって思ってるうちに歌詞を間違えてしまって。で後でサニーさんに聞いたらちょっとなんか音が聞こえなかったから歌わなかったんだよ。サプライズそこでサプライズ。実を言いますとね、私がねせり上がりって言ったらかっこいいんだよ本当はね。舞台上こうせり上がりかっこよかった。袖に実は南沢に袖にこうあるんですけども、そこは本当はせりこう上がってくるんだけど、そこはなんていうんですかあれ、すっぽんで霊がですね人間じゃないんですよ。妖怪が上がってくるとこなんです。よくその七三すっぽんから上がってこられる人は人ならざるものが上がってくるってよく言う。歌舞伎なんかではね。歌舞伎の中ではね。だから僕はそのつもりで、いやいいところから出てくるなと思ったら、奈緒さん妖怪ですからって言われて、もうその段階で魔術にかかってて、サニーまあ歌詞も忘れますね。ちょっと今日イエローカードが飛び交う感じになってる。一発退場のないように。いやでもね、さすがに100年の歴史の中で我々男性が南座の OSK の舞台に出たのは初めてなんです。初めてです。男性がイケメンの若い子じゃないですよ。歴史とした大人が塔の立った大人が出させていただきましてね、そこにはたくさんの制約があるんです。なんたって大奥ですから。女性のもう本当女性の世界ですから、男性はちょろと動けないんですよ。もうストップばっかり。これ以上はいきません。でエレベーターでもこの階以上はいけません。制約がありすぎる。ね、男性が入れない。いやその中で我々年寄り頑張ったわけですね。いや年寄りサニーさん。いやちょこちょこいたずらなんかしてね、3階以上はいけませんですね。たまには5階行ってみようかなって南座の作りもね、後ろ向いて消したけどね。いやでもね、南座ちょっとややこしいので、会がね、楽屋がねややこしいので、楽屋が入り組んでますよね。そうなんですよ。でも結構ボスと奈緒さん言ってましたもんね。サニーさんです。サニーさん言ってましたよ。差し入れを持っていたんでね。差し入れをちょっとカンナさんずっと持っていらっしゃるこれが気になる。バッグみたいになってる。いやだからこの
あたいはよ、はい怪人別荘で赤ザメくんという役だったんです。その赤ザメくんっていうのはマリアさんがやってるかっこいいのとね、孔子様と違ってゲシ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 っていうそういう役だったの、だから赤ザメっていうのは3枚目がやるもんだと勘違いしていて、そしたらこちらの赤ザメくんがめっちゃくちゃかっこよくて、眼帯してロングコートめっちゃかっこよかったですね。もう恥ずかしかった。その OSK 桜ナイトでは OSK 日本歌劇団さんの演目でまず怪人別荘をおやりになって、その後ストーム・オブ・アプローズというショーをやられていて、それでさらに昼夜公演がある時はもう一回怪人別荘ストーム・オブ・アプローズと会った後に桜ナイトが夜7時半から始まるというね、そういう大変な一日何公演も。いやもう素敵な経験をさせていただきました。すごいよね。2回公演やってその後我々とでしょ。いやほんま楽しかったです。楽しかったでしょ。だから僕らとやると。もうすごい楽しかったですね。今ちょっと無理やり。すごい楽しかったです。本当にもう本当楽しかったです。終演後も皆さんとってもお元気で。むしろ終演後が元気なんですよ。なんだって夕方まで休んでっから。いやもうだって終演後の方が元気だ。元気だよ。終演後ね、いつもこうダンディー団の皆様楽屋でちょっとプシッとされてまして、何かなんか思い出話ありますか？終わった瞬間にプシュッとしてさあどこへ行くかどこへ行こうか。で祇園に知り合いが知ってる店がありまして、知り合いが知ってる知り合いが知ってる店、そこに行ったら飾ってあるんですよ、桜のグッズとかが。だからびっくりしちゃって、こんな音楽も流れてて、で飲み食いしたんですけど、で払ってくれる人がいまして谷町が谷町村田って言うんですけどね、今日来てますね多分。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今度よろしくお願いします。ちゃんと取り立ててくださいね。つけで食べたかもしれませんがね、取り立ててください。楽しかったですね。ちょうど祇園祭りの時だったんです。そうですね。暑かったね。暑かった。暑いけど。暑いと思ったらすごいゲリラがね来た時もあって、そうだね。そのうち鴨川が氾濫するかと思った。そろそろ時間だそうです。すいません。そろそろお歌の方に。わかりました。でもね、翼塩月さんが。イエローカード。塩月さんがね、お稽古の時にラスカルの役でこうなんだっけ、刺されたり撃たれたり、最後ね日立のぼりさんが演じるトップスターのね、日立のオンドレさんをかばって撃たれる。でなんかその時でしたっけ、なんか呼び間違えちゃったんですね。やはりベルサイユのバラというとても有名な漫画がありましてね、やっぱりこうアンドレという頭がありまして、どうしてもなのでこうオンドレ危ないって言ってバッて撃たれなきゃいけないんですけど、アンドレそうだから分かんなくなっちゃって、こうであれオスカルはいない、ラスカルオスカルにゃーって言ってずっと言ってたんですけどもう分かんなくなっちゃって、でもすごい真剣なお芝居のとこだったのに笑いが止まらなくてその後ずっとこう日立さんのこう腕の中でこうなってるんですけど、こうずっとこう笑いをこらえるので必死でございました。もうその日はすみません。楽しい思い出がたくさんありましたね。はい。じゃあここからはね、皆様準備の方をお願いいたします。じゃあ南座のお歌をね歌ってまいります。ちょっと準備させていただきます。はい。